うも、かずまです。今回は皆さんお待ちかねの WDJF ジャパンについて話していくんだけども、しばらく目離してる隙にラインナップが発表されてました。で、このラインナップがまだまだやばいことになってました。まずヘッドライナーとしてマーティン・ギャリックスでしょ。もうこれだけでもうこのフェスが神ってことはわかると思うんだけども、それにプラスライクマイク、その他もろもろ、もうあえてもろもろって言っちゃいますけども、EDM のね、もう超人気どころがバババババンと来てますよ。去年に引き続き今年も大成功することは間違いないでしょう。なんで俺はここでこう断言できるかっていうと、最近さらに追加されたラインナップがめちゃくちゃやばかったんよ。ついにハードスタイル来ます。やばい、やばすぎるよな。デフコン行かなくても日本でデフコンを疑似体験できるって超やばいラインナップになってます。なんでハードスタイル好きで東京とか関東住んでる人は絶対行った方がいい。地方からでも行く価値あるんじゃないかなって。なぜならアトモスフィアーズが来るから。もうアトモスフィアーズ超大好き。ハードスタイルの DJ これじゃいっぱいおるけど、俺の中で一番好きな DJ アトモスフィアーズなの。日本でここまでハードスタイルのアーティストが出ることなかったよね、フェスで。クラブとかではさ、ソロでもプレイしてたこともあるけど、アトムスも2018年かな、来てたけど、久しぶりの日本で、しかも日本のフェスでプレイするの初めてじゃないかなってレベルなんで、マジで激アツすぎる。ありがとうございます。フェスモスフィアーズが見れるだけでもうチケット代ペイできるから、行った方がいいんじゃないかなと。当初のね、マーティン・ギャリックスとかそのメインステージの方で WDJF 参加するの決めてた人も、ぜひアトムスフィアーズはめちゃくちゃいいから聞いてほしい。なんで今回の動画ではその初心者向け、ハードスタイルあんまり知らないよとか、アトムスフィアーズって何みたいな、そういう人に向けてちょっと俺1分間だけ時間くれへん。1分間でアトムスフィアーズのおすすめ曲を紹介するから、ぜひそれを聞いてほしい。そしたらもうね、アトムスフィアーズの魅力ハマっちゃうから、こっちの世界においで。時代はハードコアもね、好きだけど、見てハードコア。今回アンガーフィストも来るじゃん。アンガーフィストも来るんやけど、俺はやっぱアトムスフィアーズの方がいいよ。てか、まあ、アンガーフィストもちょっとね、ごつすぎるハードコアだから、いや、すごいことないけど、俺の中ではアトムスフィアーズが響きすぎて、他がもう霞んじゃってます。言われた目にね、霞んじゃってます。サウンドラッシュも一緒にね、プレイするけど、アトムスフィアーズが来るってだけでもうめちゃくちゃテンション上がってます。アトムスフィアーズを60秒で紹介。All That We Live In For。ハードウェルとのコラボ曲で EDM 界に激震が走ったんですよ。ハードウェルとアトムスフィアーズ2人のメロディーセンスとフェスティバルで爆上げ必至の力強さが楽しめる一曲。ユーフォリア。曲名の通り、これぞユーフォリックハードスタイルというのにふさわしい曲。イントロからいきなり強すぎるキックが聞こえてくるけど、ぜひそこは我慢し最後まで聴いてほしい。もう最後の最後にめちゃくちゃ美メロがあるから。カントリーローズ。アトモスフィアーズとサウンドラッシュが誰もが知るあの名曲をハードスタイルにリメイク。正直、俺はこの曲を聴くために WDF に行きたい。フェスではアップテンポマッシュアップになる可能性はあるけど、とにかく聴くだけで楽しい、幸せ、最高、大合唱、間違いなしのそんな一曲。Lose It All。始まりはゆっくり静かに。これからどんな展開になるのかワクワクしながら聴いてほしい。これぞユーフォリックと呼ぶのにふさわしい。Keep Me Away。初っ端から力強いキックで始まる曲。美しいボーカルとメロディー、そしてキックが完璧に混ざり合った感動。アトモスフィアーズ自身のエディットもあるけど、俺はもちろん原曲派。もう一通り聴いてもらって分かると思うけど、アビーチとか好きな人、比較的刺さると思うよ。美メロで、メロディーセンスいいアトモスフィアーズ。で、こうあと力強いキックやから、ジムとか走りながらでも聴けるし、マジでおすすめです。いきなりね、デュアルダメージが効いたらあかんよ。そんなんいきなり聴いたらハードスタイルで、うわーってなっちゃうから。俺もうちょっとね、ダレンスタイルとかガマーとか、あの辺のね、有機ハードコアの、ハードコアでも有機ハードコアのラインナップも欲しいな思ってたんやけど、まあどうせね、そこを読んだところで、有機ハードコアをプレイすることはないと思うから、まあ仕方ないかなと。今回のラインナップ、もう集めてたやつ入れ時点でもう勝ちです。勝ち。ほんまに行った方がいい。行かんかったら後悔するレベル。わざわざオランダまで行ったからね、俺アトムスフィアーズ見たくて。オランダまで何十万払わんで。東京の海の上行くだけで、アトムスフィアーズをフェスで見れるってマジでないチャンスだから、絶対行った方がいいと思います。みんな心配してるのはアクセスとかかな。あと天気か。去年は曲がりメッセで屋内やったけど、今年は屋外で。まあ晴れてくれたらいいけど、雨やったらちょっと不安になることも多いんじゃないかなと思うけど、アクセスも無料のシャトルバスがあるとはいえ、どこまで待ち時間が発生するのかとか、どれくらいの頻度でね、バスが出るかわからんから、まだ今のところ情報出てないから、引き続きアップデートあれば、チェックしていこうかなと思います。タクシーでも行けるんかな？タクシーで行けるんやったら、こう、4人ぐらいで乗り合いでね、行けたらいいんやけど、実家両親はあかんとか言っとったけど、まあ、そこもちょっと詳細が気になりますね。で、演出も、過去のいろんなフェス、同じ会場で行われた
他のフェスの見とったら、飛行機が結構バンバン飛ぶ会場らしいよ。だから、レーザーとかは厳しいんじゃないかなと、そこまで派手なのないかなと思うんだけど。だからマーティンちょっと厳しいんじゃない？バイルスの流れでも緑のレーザー見れへんのじゃないかな。ただ、ドローンとか花火も演出あるらしいから、そこもね、やっぱ屋外ならではの音量もまあまあ、期待していいんじゃない？周りに遮るものがないから開放感たっぷりで夏のね、始まりにうってつきのフェスじゃないでしょうか。楽しみにしています。ちょっとまだ行くかわかんないけどね。っていうのも俺8月にオーストラリアでダレンスタイルズのね、単独公演があるから、それのチケット買ってるのよ。そっちに行く可能性が高くて、飛行機も高いから、ダレンスタイルズの方もちょっとまだ決めきれてない状態です。で、ここまで出会ったハードスタイルの友達もいっぱいおるし、WDJF 韓国で出会った友達もおるから、その人らと久しぶりに再会できるのも、そこも魅力かなと思うんで、前向きに検討したいと思います。で、今月韓国で本場であるじゃん、WDF。そのタイミングでね、たまたま韓国いるんよ。WDF 今のところ予定はないんやけど。で、1日目ハードスタイル出るけど、そっちは予定があって行けへんから、2日目、今のところ予定空いてるんよ。だから2日目 WDJF ワンチャン行く可能性もゼロではないわけでね。もう夏始まってきて、もうみんなワクワクしてるんじゃないでしょうか。ぜひぜひ、一番 WDJF ジャパンで見たいアーティスト、いれば教えてください。好きなね、ハードスタイルの曲があれば教えてください。韓国行くよっていう人も教えてください。みんなで盛り上がっていければなと思います。だって今回、WDF ね、日本また成功したら、おやっぱハードスタイル DJ 呼んだら盛り上がるじゃんってやって、来年もハードスタイル、ハードコアね、UK ハードコア呼んでくれる可能性もあるし、去年のが盛り上がってたのもって、ベース勢がこう、派遣を取ってくる可能性もあるから、もうハードスタイルとりあえずみんなで盛り上げていこうで、もうな、デフコン1しようぜ、もうアンセムよ、アンセム。ね、デフコン1のアンセム流れたらもうそこはデフコン1になりますから、バータイルもおったな。バータイルもおるよ、今回言われてたけど、とにかくやばい。めちゃくちゃ盛り上がる。間違いないんで、ぜひ皆さん、前向きに検討してみてください。というわけで今からチケット買おうか。はい。